こんにちは、ヤグの翔やんです。今回は曲がった丸太のようになった化粧針です。これは丸太から製材してだいたい5年ぐらい置いてありました。これからチェーンソーで作っていきたいと思います。それでは火取りをしていきます。少し長めに印をします。この材料は松の木です。松の赤松になります。そして今回作るのはそんなに長くありません。3メーターもんです。それを木の赤身だけで作っていきたいと思います。曲がった丸太風に見せるので、実際はまっすぐな平門なんですけども、自分の思うようなイメージでカーブを描いていきます。それではチェーンソーで荒研ぎをしていきます。チェーンソーで一口切るんですけども、切れ端の重い場合は必ず下の方にノコメを先入れてやります。それから上を切り落とすようにします。そうしないと上からだけで切りますと、下の方が避けて使う材料の方に切れ目が入ってしまうことがあります。描いた直線通りに切り落としていきます。今回は直線なので丸ノコでは形にすることができません。俗に言うキックバックで危ないです。そういう時にはやっぱしこのチェーンソー、少し危ないですけども、チェーンソーが一番理にかなっていると思います。これで粗切りができました。これからはこの電気カンナで形を整えていきたいと思います。これ今使ってるカンナは丸太専用のカンナで定番が反っています。この曲面に合うように反り台って言いますけども、曲がった電気カンナです。これからはまっすぐな電気カンナで形を仕上げていきます。下刃を直角に今してるんですけども、下刃は直角、上刃ももちろんなんですけども、基本は直角に仕上げないと収まった時に違和感があります。まっすぐなカンナでこの曲がった部分を仕上げるのは少し慣れていないとできません。同じように仕上げていきます。この電気カンナをその面に対して40度か50度か、その面に合わせて斜めに使っていきます。上刃も同じように削っていきます。上刃の場合は丸い部分になるので、電気カンナも簡単に削ることができます。横の面も削っていきます。この電気カンナは少し重いですけども、これ電気カンナの中で最大幅30センチ一度に削ることができます。自動カンナの持ち歩き版みたいなものです。
ね。これで形はできました。これから寸法の墨をしていきます。まずこの木の収まりをイメージして水平を出していきます。水平に墨を打ちます。この墨一本が水平、これを基準にして直角に寸法を書いていきます。墨付けっていうぐらいですから、墨つぼ、墨差しで墨汁、墨でつけるのが当たり前なんですけど、この頃は木をきれいに削ってから墨付けするもんで、このボールペンで横着して書いています。端のいらない部分を切り落とします。この丸のこも真ん中で一番最大の大きさです。150ミリ一度に切ることができます。両端の部分をこう下刃になるんですけども、これもきれいに直角にきちっと合わせて作ります。そして両端の仕事、これは針で落とすようになるんですけども、針の印をします。上刃に柱が1本乗ります。その柱の部分の水平部分と柱のほぞの穴の印をしています。これで全体の墨ができました。ここから初めて針を刻んでいきます。その前にのみを研がしてもらいます。まずは上刃の柱のほぞ穴から開けていきます。これは角のみと言いまして、1回で30ミリの四角い穴が開きます。これを3回下ろすことによってほぞ穴が開きます。もう古い機械ですけどもね。それでは両端の針の部分を作っていきます。手のこで全部切っていきたいと思います。上刃から切る場合、針の上の部分は墨1ミリ残してのこ目を入れます。木をひっくり返して下刃を切るときは逆に1ミリ狭くしてのこ目を入れます。中間で0になるっていうことですね。だから上刃に比べて下刃は4ミリ細く刻みます。
最終的に収まった場合は1ミリから2ミリ近くきちっと固く入るように仕上げます。これでアリの形に切り落とすことができました。これ突きのみっていいんですけども、この長いのみでこう少しだけ殴ってやって入りやすいように面を取ってアリを仕上げます。この部分に上から柱が入ってくるので、この6センチこの部分だけを保存に加工し直します。反対側はあえて真ん中でやってみます。アリもこの真ん中を角度を変えればこう斜めに入ります。横からも1回で落とすことができます。今回は両端手の子と真ん中と両方やってみたんですけども、真ん中が手の子ほどきれいに正確に入ることができないので、やっぱりのみで調整が必要になります。そうするとあまり時間は変わりません。かえって手の子だけでした方が早かったかもしれません。これで化粧針の完成です。以上、大工の翔燕でした。後日手カンナをかけて仕上げていきたいと思います。よかったらカンナかけの動画も見てください。